はいどうも、ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。というわけで、僕はですね今旭川駅にいるんですが、先ほどねエアドゥで羽田から旭川にやってきた次第であります。そちらの動画は前回の動画として紹介しているかと思います。で、今回の動画はですね、これからホテルクレッセントという旭川駅から徒歩でアクセスできるホテルに宿泊する予定なんですけれども、そちらの宿泊地として、レビューなんかを紹介していこうかなと思います。ちょっとね、あんまりリサーチできてないんですが、おそらくビジネスホテルになるんだと思いますので、ぜひね、出張、並びに旅行も含めて参考にしていただければと思います。というわけで早速ホテルにチェックインしに向かいますと言いたいところなんですが、まだチェックインの時間ではないので、ちょっとね、時間を潰したいなと思います。ご飯まだ食べてないので、駅周辺でランチにして、その後ホテルにチェックインしようかなと思っております。旭川駅はですね、イオンモールと直結してまして、スタバとかあったり、あとね、ダイソーとかもあったりして、買い物はね全然困らないです。駅舎もね結構いい感じですよね。広々としてて、なんか北海道の駅って感じがします。旭川駅にはご覧の通り、石北本線全線開通90周年の横断幕も掲げられております。こちらが旭川駅の駅舎ですね。駅前はかなり広いです。でっかい荷物を置けそうな場所がイオンのフードコートぐらいだったんで、今回はこちらでランチにします。今日はもうめんどくさいんでマックで過ごします。ちょうどね、月見バーガーが終わって、このブラジルのワイルドビーフバーガーが発売されてたんで、こちら食べたいと思います。バーガーは中にオニオンリングが入ってて、あとハラペーニョっぽいソースですね、そちらがあります。あとベーコンとかあって、かなりねジャンキーなハンバーガーです。ホテルにチェックインできる時間になったので向かっております。駅前のこちらの通りは飲食店が立ち並んでいる旭川の歩行者天国ですね。旭川駅から10分ほど歩いてホテルクレッセント到着。チェックイン完了しました。今日の部屋はこちらの702になります。お部屋はこのようになっております。ベッドはシングルだと思います。椅子と机もあります。加湿器、あと冷蔵庫もありますね。この中には部屋着、スリッパ、テレビはパナソニック製。木のぬくもりを感じられる結構温かみのある空間です。こちらはハンガーと消臭スプレーもあります。客室はユニットバスになっております。トイレはウォシュレット付きですね。ちょっと狭めですかね。決して広くはありません。割と年季が入った感じがします。窓の景色は一応こんな感じとなっております。旭川の街並みですね。今回はね、朝食なしのプランにしたんですけど、朝食はこんな感じだそうです。口コミとか見たらね、結構朝食美味しいって書いてあったんで、朝食付きのプランにしてみるのもありなのではないでしょうか。ラインナップとしては結構パンというか、洋食が中心のようですね。あとはモーニングビュッフェが新しくなったということで、いつどんな風に新しくなったかっていうのは分かんないんですけど、一応最近新しくなったそうです。朝食は7時から9時半までとなっております。大人1760円で楽しめます。なかなかおしゃれな空間です。あちら奥が朝食会場でしょうか。あとこちらには作業スペースもあります。コインランドリー、自販機、そして電子レンジは1階にあります。ホテルから徒歩数分の距離にローソンがあります。今日はこちらで買い出しして部屋の中でご飯食べたいと思います。今日は作業デーにするんでホテルの部屋で仕事したいと思います。
まだまだ仕事はありますが、お腹空いてきたんでこの辺でご飯にします。今日はローソンで買ってきたこちらのメニューになります。札幌クラシック。北海道来たら絶対これは飲まないといけませんね。あとは半額だったんでね、つい買っちゃったんですが、ソースカツ丼かな。はい。あと、デザートでプレミアムロールケーキ食べます。あんまり北海道らしいメニューじゃないですけどね。今回はね、観光というよりワーケーションでの滞在なので、外に食べ歩いたりとかはしない予定です。結構肉が分厚くて本格的な感じがします。この時間にこれとビールだと結構暴力的なね内容ですけど、旅行中ぐらいはいいんじゃないでしょうか。続いてプレミアムロールケーキいただきます。ローソンのデザート僕結構好きで、このクリームがねめちゃくちゃ美味しい感じがするんですよね。なんかバニラの風味が他のコンビニのデザートより強いかもしれないですね。あんまりロールケーキにこいつは合わないかな。でもロング缶なんでね、ちょっと余っちゃったんでしょうがないですけど、この辺で寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝になりました。旭川の景色が一望できます。というわけでチェックアウト完了しました。ということで外に出てきましたが、今回のホテルの総括として、ホテル自体はね結構年季が入った感じですが、雰囲気はねすごく良かったです。シックな感じでとても落ち着きのある空間でした。ちょっと Wi-Fi がね夜遅かったりしたので、ちょっとそこは微妙だったかなっていう感じですね。ワーケーション利用ではあんまり向かないかなと。ただビジネス利用ではかなりいいホテルなんだと思います。あと駅からね、10分ぐらい歩きますけど、値段もね5000円ぐらいで安かったんで、旭川来た時の選択肢の一つにはなるんじゃないでしょうか。ということで、この動画はねこの辺で終わりにしたいと思います。この動画気に入ってもらえたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。